こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は高校生のためのスクラッチ入門7拡張機能10の使用についてお送りします。今回は拡張機能である10の利用について説明していきます。スクラッチでは標準のブロック以外に拡張機能を追加することによっていろいろな発展的プログラムを作成することができます。拡張機能の追加にはスクラッチエディターの左下にある拡張機能を追加するボタンを使用します。このボタンを押すと左の図のようないろいろな拡張機能タイルが表示されます。ここでペンをクリックするとスクラッチエディターにペンカテゴリーが追加されます。右に表示しているのが追加されたペンカテゴリーのブロックとなります。以下のスライドで基本的なペン機能について説明していきます。このプログラムはステージに線を引くプログラムです。このプログラムは猫のスプライトに登録したプログラムとなります。上向き矢印が押された時、プログラムが起動します。次に猫のスプライトを X 座標を -120、Y 座標を0に移動します。ここで猫のスプライトを表示します。次に全部消すブロックを実行します。これは画面に書かれたペンのグラフィックを消去するものです。次にペンの色を赤に設定します。そしてマウスが押されるまでこの状態で待ちます。マウスが押されるとペンを画面に下ろし線を引く準備が整います。そして猫のスプライトを X 座標120、Y 座標120に移動します。この時赤線が引かれます。そして最後にペンを上げてプログラムを終了します。こちらは右の図のような渦巻きマークを表示するプログラムとなっています。グリーンフラッグが押されるとスプライトを表示し、スプライトを X 座標0、Y 座標0に移動します。そしてペンの色をグリーンに設定します。そしてペンを下ろした状態にします。次に変数カウンターを1に設定します。この変数はループを何回回ったかをカウントしていくものです。次にループを実行します。この時ループはスペースキーが押されるまで繰り返します。ループ内では X 座標を 10× カウンターを加え右方向に線を描き、Y 座標を 10× カウンターを加え上方向にスプライトが移動し線を描きます。そしてカウンターを1つ増やし、今度は X 座標を -10× カウンターを加え左方向に線を描きます。次に Y 座標を -10× カウンターを加え下方向に線を描きます。そしてカウンターを1つ加えて 0.2 秒待った後、ループの先頭に戻りループを繰り返していきます。ここでスペースキーが押されるとペンを上げスプライトの表示を隠します。以上でプログラムが終了します。今回はペンの使用について説明します。ペンは拡張機能のところをクリックするとこういうのがありますので、ここでクリックするとペンの機能がこういう風な形で追加されます。これを使ったプログラムを見ていきましょう。例えばこういうような形でですね、線を引くことができます。で、また基本的な使い方としては、こちらの方でですね、マウスをクリックするとこういう風な線を引く。これを説明したいと思います。今のプログラムは上向き矢印が押されたとき、まずこちらの方に行きますね。この位置で猫を表示する。そして全部画面を消す。ペンの色を赤にする。マウスが押されるまで待つ。マウスが押されるとペンを下ろしてこの色で、この座標までスプライトが移動します。その時線が引かれます。そして、ペンを上げるという、ような動作をします。それで、ここでこういう形で線が引かれるんですね。もう一つのプログラムですね。同じようにまず表示して猫を表示して全部画面を消して初期位置に00に持っていってペンの色をグリーンにしてペンを下げて、カウンター、これ何回ループをいったかの i を、カウンターを1にするんですね。そしてスペースキーが押されるまで繰り返します。ここで線を、10× カウンター
X 座標、Y 座標も10かけカウンターという形で、移動します。そしてカウンターを1つ増やして、今度は、逆方向ですね。X 座標を、今度は最初が1だからこっちが2になってマイナス20、Y 座標をマイナス20という形で変えてカウンターを1増やす。ここで2になりますね。ここをこういうふうに繰り返すということになります。そして、早くこれが回転するんで少し 0.2 秒待って次に行くというステップを行います。これを実行するとこういうような形で、線を引くことができます。こちらはペンに使用したグラフの作成例を示します。このプログラムではボールのスプライトにプログラムを記述しました。グリーンフラッグが押されると画面を消去し定義ブロック、座標軸を実行し、X 座標 Y 座標の軸を表示します。そしてボールを表示しペンの色を赤とします。次にループカウンター I をマイナス200とします。これが線を描き始める X 座標の値となります。そして初期位置に移動するのに線を描く定義ブロックを実行します。次にペンを下ろし I が200になるまでループを実行します。つまり X 座標をマイナス200から200を超えるまでループを回すことになります。ループ内で I を一つずつ増やしていき、線を描くブロックをその都度実行します。ループが終わるとペンを上げスプライトの表示を隠します。こちらが座標軸を表示する定義ブロック、座標軸となります。最初にペンの色をグリーンに設定し、ペンを上げた状態で X 座標 0Y 座標を180に移動します。そしてペンを下げ、X 座標 0Y 座標マイナス180に移動します。これで原点に縦線が表示されました。次にペンを上げ、X 座標をマイナス240、Y 座標0としてスプライトを移動します。そしてペンを下げ、X 座標240、Y 座標0に移動します。これで原点に水平な座標軸が表示されます。そして最後にペンを上げてこの定義ブロックを終了します。こちらの線を描く定義ブロックでは、最初に XI を I とします。そして次のブロックで YI を AXI を用いた方程式で算出します。この AXI と YI を用いてスプライトの座標を移動していきます。それでは次に拡張器のペンを使ってグラフを書いてみましょう。実行するとこういうふうな一次方程式の線を今描いてますね。こういうような形でグラフを書くことができます。はい、それでは次に方程式の式を書いて、書いてみましょうか。じゃあこれでいきましょうか。これは二次方程式の例ですね。はい。じゃあもう一つやってみましょう。今度は三次方程式の例を示します。プログラムを見ていきましょう。こちらの方ですね。まずグリーンフラッグが押されると画面を全部消して座標軸を書きます。座標軸はこういうような形でですね、定義ブロックで定義しています。ペンの色を変えて、ペンを上げて、X 座標が0、Y 座標が180、この位置ですね。そして下にペンを下ろして、移動。X が0、マイナス180まで Y 座標を動かします。そして今度は横の線を引いていきます。X がマイナス240から0まで、マイナス240から Y を0として、ペンを下ろして、こちら、右方向に240、X を240、Y を0に移動。で、これで、こういう十字が描かれます。そして、次に、表示って書いてあるのは、これはボールのスプ
プライトに書いたものでボールを表示して、そして、ペンの色を赤にして、これ線の色ですね。そして I をマイナス200、この辺りにして、そして線を書いていきます。で、線を書くのはブロック定義の方にしています。xi の変数に i を入れて、で、y、これ方程式の方になりますね。こういうような式で yi を求めて、その座標に、ボールを移動してやるっていうもので線を書いていきます。それが最初に初期位置を設定するんですね。そしてペンを下ろして、ここのi が、200を超えるまでこのループを回っていきます。で、ループでは i を1つずつ増やしていって線を書くというものを実行していきます。そして終わったらペンを上げて、ボールを隠すというものを実行します。